本日は亡き妻の葬儀にご参列いただきありがとうございました。亡くなった彼女は私の大切な妻でした。礼服姿の夫が喪主として見知らぬ女性の位牌を抱いている。そんな姿を私はたくさんの参列者に紛れ、呆然としながら見つめていた。こんな場所で騒ぎ立ててはいけないという自制心と、今すぐに夫を問いただしたいという気持ちがせめぎ合っていたが、自然と体は夫へと歩みを進めていった。そんな私を参列者の男性が引き止め、個人とはどんな関係なのかと聞いてくる。個人との関係ですか。彼女と同じように亡くなるまで離れられない関係です。私は早見遥、派遣で図書館スタッフとして働く46歳の主婦だ。夫の正弘とは結婚から22年目。大学2年生になった息子と高校2年生の娘の2人の子供がいる。夫とは今から24年前に当時働いていた会社の同期として知り合った。学生時代にバイト経験がほとんどなく、社会人として未熟だった私は他の同期たちに仕事が遅いと陰口を言われていた。しかし彼だけはいつもフォローをしてくれたり、仕事の効率を上げる方法を親身になってアドバイスしてくれていた。そんな彼に惹かれていた私から思いを告げ、1年の交際を経て入籍することになった。息子を妊娠して仕事を辞めることになってから、夫は一家の大黒柱として、私もそんな彼を子育ての合間にパートなどで働きながら支え合ってきた。夫婦仲はこれまで大きな喧嘩をしたこともなく、子供たちにはお母さんたちは喧嘩したことがないのと不思議がられるくらいだ。しかしそれは夫の冗談交じりの軽口にショックを受けたりしても、私はこんなことは取るに足らないことだと考えて、喧嘩に発展しないようにしてきたからだと思っている。私は子供たちの前では絶対に口論をしないと決めていたし、亭主関白な父親に抑えつけられて育ったので、自然と我慢してしまう癖がついていたからだろう。だがそんな私でも一度だけ夫に本気で抗議したことがあった。それは結婚から5年目に行われた同窓会で、初恋の相手と再会した夫から、お前も彼女みたいにおしゃれしろよと言われた時だった。3歳の男の子と乳幼児を抱えていて、私には自分の時間などなかったし、初恋相手という彼にとっては特別な存在の女性と比較されたことが正直面白くはなかったのだ。それまで夫に反論などしたことがなかった私が本気で怒ったこともあって、それからは初恋相手のことを話題にすることはなくなったが、酔うと夫は直子という女性の名前を寝言でつぶやくことがあった。その直子さんというのが初恋の相手だろう。それだけ夫の中では大きな存在だということなのだろうか。彼女の名前は私の記憶には深く刻まれることになった。そんな我が家も、現在は息子はすでに家を出て一人暮らし、娘は来年に控えた大学受験のために、家と学校や塾との往復に忙しく、ほとんど私と夫の二人きりの生活をしているようなものだ。家族がこんな風にバラバラになることは今までなかったからか、最初は寂しさを感じることもあったが、子供たちは親元から離れていく年齢にまで無事に育ってくれたことは喜ばしいことだろう。私も仕事をしているので、夫と一緒に過ごすのは夜間と休日くらいだが、穏やかな日常生活を送っていた。そんな時、実家の父がこの世を去った。75歳。3年ほど入退院を繰り返していたので、ある程度は覚悟していたとはいえ、急なことだった。亭主関白で
母に威張り散らす姿しか思い浮かばなかったが、私を大学卒業まで不自由なく育ててくれた人だった。突然の別れにはなったが、家族に囲まれて厳かに送ることができた。父を亡くした直後から手続きに追われることになったが、ある程度まとまった金額を相続することになった。夫には詳しい金額を伝えてはいないが、だいたい予想できているのだろう。この時から少しずつ夫の様子が変わってきたように感じることが多くなった。身につけるものにブランド品が増えたり、私にお金を要求するようになったのだ。父が残してくれたお金から出すことはなかったが、このままではそれを使わざるを得ない状態になることは想像できた。最近随分と買い物ばかりしているけれど、そんなに高いものでなくてもいいものはあるんじゃないかしら。お前は課長の俺に部下よりも質素なものを身につけろというのか？そうは言ってないけれど、もう少しお金の使い方を考えてほしいわ。まだ大学受験を控えている子もいるのよ。うるさいな。そんなに金に困るような生活をしているわけじゃないだろ。困っているとかそういう問題じゃ。もういい。お前と話すのも不快だ。しばらく帰らないから反省しろ。夫はそう言い残して家を出て行ってしまった。初めて見た夫の姿に戸惑ったが、受け継いだ遺産は贅沢品を購入するためのお金ではない。私は息子や娘のためにも使ってあげたかった。それが暴風の意志でもあるだろう。少し頭を冷やせば夫も元通りになってくれるだろう。そんな思いを抱いていた。そしてその頃から急激に夫の出張が増えていった。普段も帰りが遅いことが多く、私を避けているのではと思うこともあった。あの時に夫の言いなりになってお金を渡せばよかったとは思わないが、私ももう少し言い方があったのかもしれない。夫とじっくり話す時間を設けようと考えていたある日、出張から戻った夫が私のタンスを漁っていた。何をしているのかと問うと、印鑑を探していたのだという。三文判でいいというので、私が普段使っている印鑑を夫に渡すと、彼は黙って受け取り、再び家を出て行ってしまった。まだ怒っているのだろうか。そんな気まずい空気のまま、さらに3ヶ月が経った。その日は私は休日で、久しぶりに息子が家に戻ってきていたので、たまには外出しないかと夫に声をかけてみることにした。すると夫がキョロキョロと辺りを見回して部屋から出てきた。とっさに私は夫に見つからないように身を隠した。なぜそうしたのかを聞かれてもわからない。ただそうするべきだと思ったのだ。夫はカバーがかけられているスーツを持ち、こそこそと玄関を出て行く。部屋を覗き込むと、夫のスーツがかけられているラックからは、礼服一式と黒いネクタイが消えていた。誰かの葬儀があるとは聞いていない。それに、こんな風にこそこそと出ていく必要もないだろう。不思議に思った私は、息子に事情を話して、一緒に夫の後を追うことにした。夫のスマホには位置情報アプリが入っている。普段はそんなに気にしたこともないアプリだが、今回ばかりは助けられた。車で移動すること2時間。車はある斎場に到着した。個人の名字は我が家と同じ速水だ。親戚の誰かが亡くなったとは聞いていないが、そう思いながら私たちは斎場の駐車場に車を止めて降りてみた。個人の女性は3ヶ月前に再婚したばかりだったようだ。周囲から聞こえてきた気の毒ねという話し声に
私はいたたまれない気持ちになった。夫の親戚なら、式が終わった後にでもお線香をあげさせていただこうかしら、と考えていると、息子が私の肩を叩いた。そこで私は、信じられない光景を目にした。夫が位牌を抱いてマイクの前に立つと、喪主として挨拶を始めたのだ。本日は亡き妻、直子の葬儀にご参列いただき、ありがとうございました。再婚して間もなくの別れになってしまいましたが、彼女は私の大切な妻でした。それは、これからも変わりません。呆然とその言葉を聞いていると、夫と目が合う。彼は亡霊を見たような目で私と息子を見つめると、あたふたと喪主の挨拶を終えた。遺影を持っていた女性が、そんな夫の様子をいぶかしげに見た後に、こちらに視線を向けてきた。今すぐにでも夫を問いただしたい。こんな場所で取るべき行動ではないことも理解している。私は必死に、そんな気持ちを抑えようとした。だが、そんな思いとは裏腹に、体は夫に向かって歩みを進め始めていった。その瞬間、一人の男性に腕をつかまれたのだ。その男性は、遺影を持っていた女性の夫だと名乗った。暗めの色とはいえ、普段着で葬儀に参列している私たちを不審に思ったのだろう。私に個人との関係を尋ねてきた。私はその男性に、先ほど喪主の挨拶をしていた人の妻だと、少し興奮気味に話した。近くにいた人たちが私の言葉にどよめき、男性も私をいぶかしげに見つめてきた。だが、それ以外に何と説明したらいいのかわからなかったのだ。男性は斎場の控室に私を連れて行くと、葬儀が終わるまでここで待っていてほしいと言い残して出て行った。斎場のスタッフが私たちの様子を伺うように見つめ、横に座っている息子は苛立っている様子を隠そうともしなかった。居心地の悪さを感じながら、私は頭の中を整理することに集中することにした。控室には女性の写真が飾られている。私には見覚えのない女性だった。だが、直子という名前には心当たりがあった。夫の初恋の相手と同じ名前だ。そして、喪主の挨拶をしていたのは、間違いなく夫の正弘だ。22年連れ添った夫がわからないわけがない。では、個人と夫が夫婦だという話はどうなるのだろう。重婚などできるわけはないが、夫でもない人間に喪主という大役を務めさせることはないだろう。私たちが控室に入って1時間ほどが経っていった。時間が経ち、私は少し冷静さを取り戻した。これから何が起こるとしても、このような場所で争うような真似をするべきではないだろう。そんなことを考えていると、夫が先ほどの男性に引きずられるように控室に入ってきた。夫は私たちを一別すると顔を背けた。この度は、こんな時にお騒がせして申し訳ありません。遺影を持っていた女性とその他数人の参列者に私は頭を下げた。どんな事情があるにせよ、私が個人との最後の時間をぶち壊すところだったのだ。女性はそんな私に丁寧に頭を下げると、直子さんの姉だと名乗った。それで、あなたは正弘さんとはどういった関係の方なんですか？私は正弘の妻です。妻？正弘さんの妻は妹の直子ですが。いえ、私が本妻です。夫は顔を背けたまま、こいつは前妻ですと答えた。あなた、何を言っているの？
うるさい。こんなところにまで乗り込んできて、わけのわからないことを言うな。わけのわからないことを言っているのはあなたでしょ。お前とはとっくに離婚したんだよ。夫の言葉に私は頭が真っ白になる。私は離婚なんてしていません。俺も両親が離婚したなんて聞いていません。この場に私たち親子の味方などいないだろう。しかしこのままでは私たちが5歳の葬儀に乗り込んできてわけのわからないことを主張している人間だ。夫の思惑通りにこのまま話が進むことは避けたかった。話が堂々巡りになっていますね。私たち妹も含めて正弘さんはあなたと離婚したと聞いています。3ヶ月前に正弘さんと妹の婚姻届の証人としてサインしましたし、妹が正弘さんと家族になったと喜んで戸籍謄本を見せてくれたので、間違いなく今の妻は妹ですよ。女性の言葉に私たちは言葉を失った。正弘と直子さんが入籍した？私は離婚届など記入した覚えもないし、まして役所に届け出などしていないからだ。しかし私は先ほどから正弘さんの様子に違和感を感じています。なのであなたのお話も聞かせていただこうと思いました。お姉さん、こんな奴らの言うことなんてデタラメです。信じないでください。デタラメかどうかはこの方の話を聞いてから判断します。女性は再び私に視線を向けた。私はこそこそと出かけていった夫を尾行してここにたどり着いたことや、夫とは離婚した覚えがないことを再び必死に訴えた。でもその証拠を出せと言われても、私の身分を証明するものは免許証くらいしか持っていません。それなら諦めて帰れよ。夫が私をあざけ笑いながら扉を開けて出ていくように促す。何か反撃できないだろうか。私は立場を逆転するために考えを巡らせた。そうだわ。あなたが私との離婚届を提出して他人になっているというなら、偽造されたものが提出されているということよね。だったら私は警察に被害届を出して捜査してもらえばいいのよね。はあ？有印私文書偽造罪、それから有印私文書行使罪だったかしら。偽造したことが分かったらあなたは逮捕されることになると思うけれど。なんだって？正式に提出されてしまっている書類を調べるにはそうするほかにないでしょ。確かにこの話に決着をつけるにはそれが確実でしょうね。では私はその手続きをさせていただきます。こんな時にお騒がせして申し訳ありませんでした。私は自分の連絡先をメモして女性に手渡した。彼女はそれを受け取ると、報告をお待ちしていますと頭を下げた。ちょっと待て。離婚届を偽造したと分かったらどうなるんだ？3ヶ月以上5年以下の懲役だろうな。でも偽造なんてしていないなら別にいいだろ。なんだって？やめてくれよ。俺は直子の喪が明けたらお前と再婚するつもりだったんだよ。何それ。私たちがデタラメを吹聴している人間みたいに言っていたのに。元通り夫婦に戻るんだからいいだろう。このことはゆっくりと話し合おうじゃないかな。あなた人を何だと思っているの？私だけでなく亡くなった直子さんのことも愚弄していることにも気づいていないの？そんな、俺はどうなるんだよ。私は自分のできることをするだけよ。それでどんな真実が判明したとしても絶対に私が不利になることはないでしょうね。私はそう言うと
斎場を後にした。後ろから夫を責める人の声が聞こえてきたが、ここから先は現在の親族の人たちで解決してもらうしかないだろう。その後、警察に被害届を出し捜査をしてもらった結果、離婚届は偽造されたものだと発覚した。民事訴訟を起こして離婚が無効だったことを証明することができた。同時に直子さんとの結婚も無効となった。だが、あのような人との結婚生活を続けられるわけはない。私は改めて離婚届を記入して届け出た。本当に元夫になった正弘は逮捕、起訴されることになり、家族だけでなく会社での地位を失うことになった。私との離婚を表沙汰にしたくなかったのは、亡父の遺産を諦めきれなかったからであり、直子さんとの結婚も彼女の遺産が目当てだったそうだ。半年前、彼女の病状から先が長くないと知った元夫は、直子さんに独身だと偽り、結婚を持ちかけたのだという。彼女にとっても初恋相手だった正弘と籍を入れることができたと喜んでいたと聞いた。そんな彼女の気持ちも、自分の初恋の思い出を踏みにじってまでお金を手に入れようとしていたと聞いて、私は徹底的に元夫を追い込んでやった。直子さんの家族からも、あの時に失礼なことを言ってしまったことを謝罪されたが、あちらも被害者だ。私は現在は娘と2人で暮らしている。息子も女所帯になった実家が気がかりなのか、頻繁に帰ってくるようになった。元夫のことはまだ笑い話に消化することはできていないが、成長した子供たちと過ごす時間は今までよりも充実している。